極端流 VDM チャンネル、始まるよ。みんな元気かな？今回の極端流 VDM チャンネルは、番外編として、ダイナブックの話をするよ。ダイナブックは、1972年に、アラン・ケイ博士が発表したパーソナルコンピューター・フォー・チルドレン・オブ・オール・エイジズという論文に登場した近未来のコンピュータープログラムを書くということの本質を描いた素晴らしいビジョンなんだ。極端流 VDM チャンネルでは、これまでカウンターを題材にして、これから作るプログラムはどんなプログラムなのかを表現する言語として、VDM を紹介してきた。言ってみれば、プログラムの設計書みたいなものだね。今回はまず、プログラムの設計書について今現在普及しているやり方をさっと眺めてみた後で、アラン・ケイ博士のダイナブックを紹介するよ。その上で、それをVDM に取り入れることを考えてみるよ。じゃあ、早速、プログラムの設計書にあるものを挙げていってみよう。まずは、フローチャート。ずいぶん昔からある記法だよね。今は、UML ではアクティビティズとか呼ばれてるね。プログラムがどういう順番で、どういう条件分岐で、どういう風に処理していくかを表している。大雑把なところから、すごく詳細なところまで書くことができるけど、最終的には言葉なんだよね。日本語とか英語とか。だから結局は人が読んでイメージしていくことになるね。次は状態遷移図だ。プログラムはどんな内部状態を持っていて、どんなきっかけでどう遷移していくかを書いた図だね。図の場合も多いけど、表にすることもあるね。プログラムの種類によっては、これこそがプログラムの設計図だ。みたいな立ち位置になっているね。制御系とか。とても役に立つ図ではあるんだけど、ちゃんとした状態遷移図を書いて、その図を見ればこのプログラムがどんなものか一発でわかる、というレベルに達するには、それなりの修行が必要だね。これはシーケンス図だ。どんなオブジェクトがどんなタイミングでどんな順番に連携していくかを図にしたものだね。プログラムの動作を表現する上で、とても有効な設計図だと思うけど、一つのシーケンス図で表現されるのは、一つの動作例であって、プログラムの設計図というよりは、動作状況の設計図と言った方が正確かもしれないね。最後に、僕らの VDM だ。内部状態はすべて明らかになっている。どんな操作に対して、状態がどう変わっていくかを、事前条件と事後条件から読み取っていく。あるいは操作の定義の中身を見て、プログラムと同じように読み取ることもできる。操作の定義は、if 文をはじめとして、プログラミング言語で使う構文のエッセンスになっていて、型も普通のプログラミング言語で使われるような型もあって、プログラマなら簡単に読み解くことができるよ。逆に言うと、プログラマじゃない人が正確に読み解けるかというと、それは敷居が高いかもしれないね。もちろん設計図を書くのはプロでもいいんだけど、だからといって素人には理解できないというのは困るよね。そこで参考になるのがダイナブックなんだ。1972年当時には、コンピューターはまだ専門家しか使えないものだった。例えば、アメリカで爆発的なマイコンブームを巻き起こした8ビットマイコンのアルテア8800は、アラン・ケイ博士の論文の2年後の1974年に発売された。この L 地下を見て、トグルスイッチでポチポチと2進数を入力していた時代に、アラン・ケイ博士はダイナブックでどんな夢を見せたか。論文ではいくつかのエピソードが紹介されているんだけど、ここでは、ジム・トベスの宇宙戦争の話を紹介しよう。このイラストで座っているのがジム・トベスだ。こっち向いてるのがです。向こう向いてるのがジム。
それぞれ自分のダイナブックを持っている。ガキンチョらしく、ゲームで遊んでいる。宇宙戦争ゲームだ。よくあることだけど、友達同士でゲームをすると、どちらかが一方的に強かったりする。この二人の場合には、ベスが圧倒的に強い。ジムはいつもボコボコ。で、ジムが負け惜しみで言うんだ。このゲームには対応がないじゃないか。本当の宇宙では太陽の軌道を回るんだい。するとベスはこの負け惜しみに乗った。へえ、太陽があるとどうなるの？そんなわけで、ジムとベスは宇宙戦争ゲームに太陽と重力を実装するという大プロジェクトを開始した。いや、本人たちは別に大プロジェクトとは思ってなさそう。面白そうだからやってみるだけ。言い出しっぺのジムがまずはデモをする。ゲームを動かして、ロケット噴射する。こんな風に加速していくんだぜ。100多い。ベスがそれを見て理解する。太陽に向かって加速すればいい。そしてベスがコードを書く。動かす。とっちらかる。太陽に向かっていない。単純に、ロケットを噴射するのと同じ処理を、常時やっているだけのコードになった。ジムが生意気にも指摘する。宇宙船の向きじゃなくて、太陽の方向に加速するんだって。言うのは簡単だよね。でもベスはどうしたらよいかわからない。図書館で調べる。そして、太陽の位置を原点にすれば、宇宙船を加速させる方向、つまり宇宙船から見た太陽の方向は簡単に計算できることに気づく。そして、なんだかんだで、ジムとベスは宇宙戦争ゲームに太陽と重力を実装することに成功する。もちろんだが、太陽と重力があったところで、ジムには勝ち目はない。相変わらずベスにフルボッコされた。というのが、アラン・ケイ・ハタセの論文に登場した、ジムとベスの物語だ。ちなみにこれはダイナブックのペーパープロトタイプの写真だ。紙だから動かない。けど、実物大のプロトタイプを作るとジムとベスがどんな体験をしたか想像が湧いてくるやん。単にガキンチョがゲームを改造して遊んだだけなんだけど、実際のところ、ここにもデリングの真髄があると思う。何が必要かを考え、モデルを作成し、モデルを動かすことで、意図したものかどうかを確認していく。UML は出てこない。内部構造の設計図らしきものも出てこない。ジムは、やりたいことの設計図として、ロケットを噴射してみせた。ベスは、自分のアイデアをプログラムにして、ジムに動かしてみせた。お互いに、作ろうとしているプログラムを、しっかりと伝えている。紙に書いた図面よりもずっと機能していると思うよ。それを可能にしているのは、まず第一に、ダイナブックが持つ計算能力だ。ダイナブックは書かれたプログラムを動かすことができる。そして、プログラムを修正できること。ジムとベスは実際に動くプログラムを通してアイデアを示したんだけど、そのためには、まず、そのプログラムを修正できないと話にならない。その上で、プログラムの一部を修正したら、すぐに反映されること。一旦、開発環境に移動して、とか、ビルドに1時間かかりますとかじゃなく、話をしながら片手までプログラムを書いて、すぐに動かせる。これができているから、気楽に試行錯誤することができた。これが、ダイナブックが示す、設計図の一つの形だ。では、設計の話に戻ろう。いつもの、カウンターの設計図。UML では構造だとか、動作する機構を主に書くよね。クラス図とか状態遷移図とかシーケンス図とかアクティビティ図とか。そういうのって、こんな風に歯車とかの内部の機構を書いた設計図みたいな感じがする。ジムとベスに近いのは、こういう記述。どういう操作をすると、何が、どうなるか、それを示してあげる。どういう機構で、ではなく。それを日本語とか英語とかでなく、VDM で書くとこうなる。これなら、ダイナブックみたいに実行できる。言葉の曖昧さもない。ビエナトークで簡単に修正もできる。問題は、
表現だ。動かしても、文字がごちゃごちゃ書いてあるだけでは、プログラマには読めても、カウンターを使う人が読めなければ、ジム・トベスのようなことはできない。そこで、このカウンターの絵を VDM を使って動かしてみよう。ビエナトークなら可能だ。次回の極端流 VDM チャンネルは VDM で UI リプロトタイプを動かしちゃうぞ。極端流 VDM がチャンネル。次回をお楽しみに。